こんにちは。インテリアコーディネーターのみちるです。私が家族と住むのは東京都内にあるマンションの1階。つまりお庭はマンション専用庭です。これまで花壇スペースの植栽をやってきましたが、今回は放置していたテラス部分を改造していきたいと思います。この水栓周りのスペース、物が整理されていないのはもちろんなのですが、ブルーグレー色のタイルに鉢のテラコッタやレンガの赤茶系の色がなじまず、余計にごちゃごちゃとした印象になっています。そこで統一感のあるグレーベースのシックなスペースに作り変えたいと思います。まずはじめに別のスペースで育てていたクレマチスの鉢を移動させました。殺風景な白タイルの壁を緑で演出するためです。すっきりとした印象にしたかったので、シンプルなトレリスを用意しました。ちなみにマンションのテラスはたとえ分譲マンションであったとしても原状回復できる範囲でしか手を加えられません。なので今回は取り外しができる強力シールフックでトレリスを設置しました。さて次は鉢のリメイクです。テラコッタの鉢2つを使ってグレータイルに似合う鉢に仕立てようと思います。小さい方の鉢の底にコンクリート用の接着剤を塗り、もう一方の鉢を乗せます。完全乾燥に1週間かかるとのことだったので1週間放置しました。次にペイントです。私はこのターナーのミルクペイントが好きで今回も使いました。黒ペイントに白を少し混ぜて塗ります。最初ハケで塗っていたのですが、ハケ目が結構目につくので2度塗りの際はスポンジで叩くように塗りました。全部グレーに塗って乾いたら今度はベージュのペイントで加工していきます。ベージュのペンキにたっぷりの水を加えて混ぜたらスポンジを使って色付けをします。この時スポンジに含ませたペンキをぎゅっと固く絞って垂れないようにするのがポイントです。トントンと優しく色をのせて鉢にエイジング加工をしていきます。もし垂れてもすぐにスポンジでトントンとすれば大丈夫です。とにかく優しくトントンと叩いていきます。濃い部分、薄い部分とムラを作るのがポイントです。何度か重ねたり、トントンとスポンジを叩く強さを変えたりしてムラを作ってみました。さあ完成です。ゴブレット風の高さのあるプランターができました。それなりに見えますよね。そうしたらここに以前近所のスーパーで1000円で購入した羽衣ジャスミンを植えていきます。ジャスミンは花の香りもいいんですが、このつるも素敵ですよね。
長く伸びたつるを絡めるためのオベリスクを購入しようかと思ったのですが、気に入ったものが見つからなかったので、とりあえず剪定した木の枝で手作りしてみました。別の鉢2つでも同じようにリメイクして、シルバーリーフが美しい白大菊を植えました。次はテラコッタ鉢に5年くらい前から植えっぱなしのローズマリーとミントをハーブの寄せ植えとして素敵に生まれ変わらせようと思います。一緒に植えるのはスイートバジルとディル、そして斑入りのフォックスリータイムです。このタイムは観賞用というのは後で知りました。危うく食べるところでした。さあ、我が家にあったグレーのプランターに植えていきます。寄せ植えはめったにしないのですが、花壇に植える時のように植物の高低差や葉の色、葉の形を考えてコーディネートしてみました。ローズマリーは根っこが結構硬くなっていたので、大胆にハサミを入れて刺激を与えてみました。ローズマリーは強いので多分大丈夫だと思います。次に用意したのはグレーの空間に合うパープルのペチュニアです。家にあったプラスチックの鉢をペイントしてそこに植えます。鉢は新しいものを買えばそれでいいんですけど、なるべく家にあるものを使っていきたいなって思ってアレンジしています。今はプラスチックの鉢が目立ってしまってますが、そのうち鉢を隠すようにこんもりと咲いてくれることを期待してペチュニアだけを植えていきました。最後に家にあったベニヤ板をグレーにペイントして作業は終わりです。